こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはルーシー・モード・モンゴメリによる珠玉の物語赤毛のアンです。この作品は全世界で累計5000万部以上も売り上げたと言われるシリーズの原点であり、36以上の言語に翻訳され世界中の読者に愛されています。時代を超えて読み継がれている不朽の名作です。例えば文豪マーク・トウェインもアンを絶賛し、このような言葉を贈りました。不滅のアリス以来最も愛らしく感動的な子だと。この物語は後に続く長大なアンシリーズの輝かしい第1作目にあたります。本日は全ての始まりであるこの物語に焦点を当て、その魅力の核心をぎゅっと凝縮いたします。約20分でお届けしますので、忙しい日常の中でも感動に触れていただけるはずです。1979年には日本でアニメ化され、私たちにとっても馴染み深い物語です。多くの人々に多様な感動を与え続けています。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したモンゴメリと作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者であるルーシー・モード・モンゴメリは1874年にカナダの美しい島プリンスエドワード島で生まれました。彼女の人生そのものがまるで一つの物語のようでした。彼女は2歳になる前に最愛の母を結核で亡くしてしまいます。そして父は悲しみを振り払うかのように遠い西部へと去ってしまいました。母方の祖父母の家は厳格な規律が全てを支配する場所でした。彼女の子供時代は静かで、そして深い孤独に包まれていたのです。ですがその孤独こそが彼女に豊かな想像力という翼を授けました。美しい島の自然だけが心の友となり、言葉を紡ぐことで世界を広げたのです。作家になるという夢を胸に教師やジャーナリストとして働き始めます。ハリファクスの新聞社で構成をしながら静かに夢を燃やし続けました。ある日、古いメモ帳にあった小さな着想が彼女の運命を動かします。男の子と間違えて女の子を引き取る老兄弟という一行です。しかし情熱を注いで書き上げた原稿は複数の出版社から突き返されました。それでも諦めなかった彼女の魂がついに大きな扉を開いたのです。やがて牧師と結婚し、妻として母としての責任も背負いました。しかし華やかな成功の裏で彼女は生涯にわたり深い憂鬱と戦い続けます。夫が心の病に苦しむ中、第一次世界大戦の暗い影が世界を覆いました。その逆境の中でさえ彼女は希望を信じ天を取り続けたのです。アンの尽きせぬ明るさや強い自立心は作者自身の魂の輝きだったのかもしれません。1908年に赤毛のアンは世界に産声を上げました。その頃世界はビクトリア朝の厳格な価値観から新しい時代へと移ろうとしていました。馬車が行き交う道に時折エンジンの音が響き始めるような、そんな過渡期です。1903年にはライト兄弟が初の有人動力飛行に成功し、人々の夢は空へと向かいました。女性の社会進出や権利を求める声も静かに、しかし力強く広がり始めていたのです。そんな保守的な空気が残る中で発表されたこの物語はまさに衝撃でした。おしゃべりで空想好きで自分らしさを決して曲げないアンという少女。彼女の存在は
古い価値観に風穴を開ける新しい時代の息吹そのものだったのです。また産業化が進む社会で人々が忘れかけた自然の豊かさや人情の温かさ、それらを思い出させてくれる物語として多くの人の心を捉えました。アンの自立心と知性はまさに新しい時代の女性像を予感させるものだったのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ茜のアンの物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、間違いや失敗だらけの不揃いな自分を愛し、想像力という翼で灰色の日々をも色鮮やかに変えてゆく希望の世界です。アンの言葉は私たち自身の心に眠る可能性の扉を優しく叩いてくれます。それではアン・シャーリーが私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。第1章、緑の切妻屋根に舞い降りた言葉と想像力の妖精。物語はプリンスエドワード島の緑豊かな村エイボンリーの風景から始まります。そこは伝統と秩序を重んじる人々が静かに暮らす場所でした。そんな村の一角、緑の切妻屋根が印象的なグリーンゲイブルズと呼ばれる古い農家にはマシューとマリラという年老いた独身の兄弟が住んでいました。農仕事の手伝いにと彼らが孤児院から引き取るはずだったのは物静かで働き者の男の子です。しかしブライトリバーの駅でマシューを待っていたのは燃えるような赤毛を三つ編みにし、星のように輝く灰色の瞳を持つ痩せっぽちの少女でした。この少女こそ物語の主人公アン・シャーリー、その人だったのです。彼女の口からあふれ出るのは尽きることのない言葉の本流と、どんな平凡な風景にも詩情と名前を見出すあまりにも豊かすぎる想像力でした。予期せぬ間違いに戸惑いながらも内気なマシューはこの風変わりな少女の言葉の魔法に知らず知らずのうちに心を奪われていきます。彼がアンを馬車に乗せてグリーンゲイブルズへと向かう道すがら、彼女は満開のリンゴ並木を喜びの白い道と池を輝く湖水と名付けました。その豊かな感性は退屈だったはずの風景をマシューの心にさえ忘れがたい詩的な情景として焼き付けたのです。それはアンという存在が古びて静かだった世界へ新たな色彩と生命を吹き込む運命の旅路のまさに始まりを告げていました。第2章、魂の居場所をめぐるささやかな戦い。現実主義者で厳格なマリラはおしゃべりで空想好きなアンを孤児院に送り返すと決意します。ですがアンにとってグリーンゲイブルズは生まれて初めて家と呼びたいと願った場所でした。男の子じゃないからいらないという冷たい現実はアンの心を絶望の淵に突き落とします。彼女の流す涙と自分の居場所を切望する魂の叫びはマシューの無言の愛情を揺り動かし、そしてマリラの心の奥深くに眠っていた憐憫と義務感を呼び覚ましました。こうしてアンは仮の宿りを得ます。しかし彼女の試練は終わりません。村の情報通であり物事を率直に言うことを誇りとするリンド夫人からその赤毛とそばかすを醜いと評されたアンは激しい怒りを爆発させリンド夫人を罵倒してしまいます。この事件はアンの情熱的な気性と傷つきやすい自尊心の紛れもない現れでした。マリラの厳しい命令によりアンは屈辱的な謝罪を強いられますが、彼女はその謝罪すらも一つのドラマとして演じきり、かえってリンド夫人を感嘆させてしまうのでした。数々の失敗や衝突を繰り返しながらもアンは祈りを捧げ働き学ぶことを通じてグリーンゲイブルズに根を下ろし始めます。かくしてアンがただ滞在するのではなく、初めて心から生きる場所を見出すためのささやかで必死な戦いが始まったのです。第3章、友情という名の光、そして公的種という名の影。アンの孤独な魂についに一条の光が差します。それは隣家の少女ダイアナ・バリーとの出会いでした。
アンが長年夢にまで見た腹心の友がついに現れたのです。二人は小川のほとりで未来永劫変わらぬ友情を荘厳に誓い合います。アンの豊かな想像力の世界にダイアナという現実の親友が加わったことで、彼女の世界はさらに色鮮やかに輝き始めました。やがて学校生活が始まると、アンはもう一人の運命的な人物と出会います。ギルバート・ブライスです。彼は頭脳明晰でハンサムな少年で、少女たちの憧れの的でした。ギルバートはアンの注意を引こうと、彼女の赤毛を人参とからかいます。その一言はアンが最も触れられたくない劣等感を容赦なく突き刺しました。プライドを深く傷つけられたアンは激情に駆られて石板でギルバートの頭を殴りつけ、決して彼を許さないと心に誓います。この瞬間から2人の間に長く続く熾烈な競争と無視という名の確執が始まりました。それはアンの成長物語におけるもう一つの重要な軸となります。ダイアナとの友情がアンの心を温める日だまりであるならば、ギルバートとのライバル関係は彼女の知性と負けん気を鍛え上げる冷たくも鋭い影となって常に彼女の傍らに存在し続けるのでした。第4章、想像力の暴走と痛みを伴う世界の法則。グリーンゲイブルズでの生活に慣れるにつれ、アンの旺盛な想像力は時に現実世界と壮絶な衝突を引き起こしました。例えばマリラの大切なアメシストのブローチをこっそり身につけ、なくしたと嘘の告白をしてピクニックに行きそびれてしまいます。またある時はダイアナを家に招き、ラズベリーコーディアルと間違えてマリラのブドウ酒を飲ませてしまい、友情断絶の危機を招きました。さらには赤毛を美しい黒髪にしようと染料を使った結果、見るも無残な緑色にしてしまい、自慢の髪を切らざるを得なくなる悲劇も経験します。極めつきはテニスンの歌に憧れて船に乗り、泣き乙女エレーンを演じているうちに船が沈み始め、溺れかけたところを他ならぬギルバートに救われるという屈辱的な結末を迎えた一件でしょう。これらの数えきれない失敗はアンのロマンチシズムへの過度な傾倒や虚栄心、そして現実と空想の境界を見失いがちな性質に起因するものでした。しかしアンはただ失敗するだけではありませんでした。一つ一つの痛ましい経験を通じて、彼女は嘘の代償を、友情の尊さを、そして現実世界の厳しくも確かな法則をその身をもって学んでいくのです。彼女の想像力は時に彼女を窮地に陥れる危険な力でしたが、同時にどんな絶望的な状況からも立ち直り、反省し、次へと歩み出すためのかけがえのない翼でもあったのです。第5章、静かなる愛の開花と乙女への扉。ダイアナの妹ミニー・メイが重い病に倒れた夜、アンはかつて世話をした双子の子育ての経験を生かし、見事な機転と知識でその命を救います。この出来事はアンがもはや空想ばかりしている子供ではないことを証明し、バリー夫人との和解、そしてダイアナとの友情をより一層固いものにしました。アンはただ愛されるだけの存在から他者を助け支えることのできる存在へと成長を遂げたのです。その成長を見守る口数の少ないマシューの愛情はやがて一つの贈り物となってアンのもとへ届きます。それはアンがずっと夢見ていた流行のふっくらとした袖を持つパフスリーブの美しいドレスでした。言葉で気持ちを伝えるのが苦手なマシューがアンのささやかな願いを心に留め、不器用ながらもそれを叶えようとした行為は彼の深く静かな愛情の何よりの証だったのです。そしてアンの人生に新たな目標が生まれます。尊敬するステイシー先生の指導のもと、教師になるための上級クラスクイーン組へ参加することを決意するのです。それはアンが子供時代の夢の世界から現実的な将来の目標へと目を向け始めた瞬間であり、彼女が可憐な少女から知性と気品を備えた乙女へと続く扉を開いた瞬間でもありました。第6章、栄光と夢、そして忍び寄る運命の影。クイーン学院での日々は
アンにとって知的な刺激と興奮に満ちていました。ギルバートとの学業での競争はますます激しくなりますが、それはもはやかつてのような憎しみに満ちたものではなく、互いの能力を認め合う好敵手としての健全なライバル関係へと昇華していました。アンは優秀な成績を収めた者に与えられるエイブリー奨学金を勝ち取るという新たな大きな夢を抱きます。この奨学金は大学進学を可能にする大変な栄誉でした。マリラとマシューの期待を背負い、アンは一心不乱に勉学に励みます。そして試験の結果が発表される日、アンの名前は合格者リストの頂点に輝いていました。ギルバート・ブライスと首席を分かち合い、見事エイブリー奨学金を獲得したのです。マシューとマリラの喜びは計り知れません。グリーンゲイブルズは祝福の光に満ち、アンの未来は大学進学という輝かしい道へとまっすぐに続いているかのように思われました。しかしその栄光の陰で運命は静かに、そして容赦なく別の筋書きを用意していたのです。マシューの心臓が弱り、マリラの視力にも陰りが差し始めていたことを祝祭の喜びに沸く誰もがまだ気づいてはいませんでした。第7章、死という名の収穫者と道の曲がり角。アンが掴んだ栄光はあまりにも儚いものでした。アベイ銀行が破産したという知らせはマシューの弱った心臓に致命的な一撃を与えます。一家のささやかな蓄えのすべてが失われたという絶望の中、マシューはグリーンゲイブルズの玄関先で静かに息を引き取りました。それはアンの人生を支えてきた最も優しく温かな光の喪失でした。悲しみは続きます。マシューの死と財産の喪失に打ちひしがれるマリラをさらなる不幸が襲いました。長年の無理がたたり、彼女の視力は著しく衰え、このままでは失明するだろうと医者に告げられてしまうのです。愛するグリーンゲイブルズを売り、一人寂しく暮らさなければならないという現実にマリラは打ちのめされます。アンが夢見てきた輝かしい未来への道は突然目の前で断ち切られました。まっすぐだと信じていた道に予期せぬ大きな曲がり角が現れたのです。その先には一体何が待っているのか。深い霧に包まれ、何も見通すことはできませんでした。第8章、愛という名の選択と夜明けの和解。深い悲しみと絶望の中でアンは一つの決断を下します。それはエイブリー奨学金を辞退し、大学進学を諦めてグリーンゲイブルズに残るという選択でした。自分を育て愛してくれたマリラを一人にはできないからです。アンは教師となって家計を支え、マリラの目を守るために彼女のそばで本を読み、共に生きていくことを選んだのです。その選択はかつてアンが夢見たロマンチックな自己犠牲とは異なり、静かで揺るぎない愛に根ざした成熟した魂の決断でした。このアンの決意を知ったギルバートは静かな自己犠牲をもってその思いに応えました。彼が内定していたエイボンリーの教師の職を辞退し、アンが家から通えるようにと譲ってくれたのです。夕暮れの帰り道、アンとギルバートは偶然出会います。長年の確執は雪のように溶け、アンは心からの感謝を伝え、ギルバートは変わらぬ友情を差し出しました。二人の間にあった氷の壁は崩れ去り、夜明けの光のような穏やかな和解が訪れます。アンの未来は大きく変わりました。けれども彼女の心は希望に満ちていました。道の曲がり角の向こうにはきっと何か素晴らしいものが待っていると信じたいの。その言葉は運命を受け入れ、愛する人々と共に地に足をつけて生きていくことを選んだ少女の静かな、そして力強い宣言だったのです。終章、人生という名の庭に想像力の種子をまく。赤毛のアンの物語は単なる一人の孤児の成長譚ではありません。それは私たち一人一人の心に人生という名の庭を豊かに耕すための普遍的な種子をまいてくれる物語です。アン・シャーリーという少女は言葉と想像力の力で平凡な日常を詩的な奇跡へと変容させていきました。
彼女が教えてくれるのは、想像力とは現実から逃避するための翼ではなく、むしろ厳しい現実を乗り越え、世界に意味と美しさを見出し、より深く生きるための力なのだということです。アンの人生は絶え間ない失敗の連続でもありました。しかし彼女はその度に立ち上がり、痛みの中から学び、より強く、より賢く、より優しくなっていったのです。彼女の物語は失敗とは終わりではなく、自己を発見し、魂を磨くための不可欠な過程であることを私たちに優しく示唆しています。そして何よりも、赤毛のアンは自分の居場所を見つけることの物語なのです。その居場所は誰かから与えられるものではなく、時に衝突し、時に涙し、自らの愛と献身によって築き上げていくものに他なりません。アンの道は予期せぬ曲がり角によってその様相を大きく変えました。それでも彼女は絶望しませんでした。なぜなら道の先が見えないからこそ、そこには未知の風景、新たな出会い、そして想像もつかないほどの美しい可能性が広がっていると信じることができたからです。私たちの人生もまた数多くの道の曲がり角に満ちています。アンの物語はそんな曲がり角に立った時、私たちにそっとささやきかけます。神は天にあり、すべて世はこともなし。たとえ道が狭まろうとも、足元には静かな幸福の花が咲いている。誠実な労働、気高い志、そして心通う友情があれば、人生は十分に豊かであると。そして信じる心さえ失わなければ、道の曲がり角の先には常に新しい希望が待っているのだと。いかがでしたでしょうか。ルーシー・モード・モンゴメリが紡いだ赤毛のアンは、読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける自分らしさを愛するというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる想像力の翼とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような希望の光を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することで、かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。